皆さんこんにちは。今回はこちらのかぎ針編みで編んだ千鳥格子のニット帽をご紹介します。この編み方を覚えれば帽子以外にもカウルや膝掛けなど模様編みとして応用できると思うので最後まで動画をご視聴ください。サイズはレディースの S サイズから M サイズになります。平置きだと24センチぐらいになります。で、深さも平置きだと22センチぐらいになります。コツをつかめば2時間ほどで出来上がる作品になっています。こちらのオフホワイトの糸は100円ショップセリアさんのこの羊ちゃんナチュラルの中細タイプをこのように2本取りにして編んでいます。イエローの糸はダイソーさんのウール 100% の波太タイプのこちらの糸を1本取りで編みました。この糸の配色をちょっと変えて同じダイソーさんのこちらのタイプのこちらとこちらの糸で説明していきます。はい、用意するものはこの8号針 5.0mm の8号針と糸切りばさみととじ針とマーカーが必要な方はマーカーとあと最後にポンポンを作るのでこの100均で買った直径9センチのポンポンメーカーこちらを用意します。ない方は10センチぐらいかな10センチぐらいの厚紙で巻いて作ればいいと思います。こちらのリブ編みのところから編んでいきます。このように編んで、脇を拾う感じで、このように編み進めるんですけど、だいたいこの幅が、10目で 5.5 センチぐらいになります。もっとこう折り曲げて使いたい方は、その分、倍または倍以上の目を作って、こう段を進めていけばいいと思います。鎖目で編んでいきます。で最後に一周このように編んで、輪にするのでそのとじ分を残してこの糸端で閉じるのでその分を残して作り目を、作っていきます。このようにペケにして糸を引き出して絞ります。ここから、鎖を10目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目。はい、10目編んだら鎖を1目立ち上がりの目を1目編みます。そしたらこの鎖の裏山今1目編んだこのポツポツしているところの、2目目ここが今鎖1つ編んだところでこの
2つ目の目を拾って細編みを編みます。これで、10目細編みを編んでいきます。5、6、7、8、9、10。はい、10目編みました。そしたら、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、ここから筋編みを編んでいきます。最初の目すぐのこの目の、後ろこの鎖がある、手前じゃなくて後ろの目を半目だけ拾って細編みを編みます。この半目だけ後ろの半目を拾って細編み、これを全部で9目編みます。4、5、6、7、8、9目。そしたら最後の、細編みの目は普通に細編みを編みます。ここは半目じゃなくって、目の頭をちゃんと、2本取って細編みを編みます。はい、そしたらまた鎖1目編んで編み地を、返してまた、半目拾って細編みを9目編んでいきます。同じことを繰り返していきます。1段目は細編みを10目編んで、2段目からは筋編みを9目編んで、最後の目だけ普通のちゃんと頭を拾ってこれ編んじゃった細編みという形で編んでいきます。これで123456789拾って最後のここの目だけこのように2本、これとこれ2本を拾って細編み、これを繰り返していきます。半目。はい、68段編んできました。最初に残した作り目の時に残した糸端に針を通して、で、最後の、段のこの鎖目が見える方を表にして、こちら編んできた方の糸端は切らずにそのまままだ編んでいくので残しておきます。でこのように合わせて、それでここを、閉じていくんですけど、この最初のこの隅のところの、目のこの足のところかなに
針を入れて、このように1目ずつ拾って閉じていきます。こちら側もこの隅の目の足の部分に針を入れていきます。でこのようにちょっと引っ張りながらここ今、ここが今糸が通ったところなので、また同じ穴に針を入れて1目拾って閉じていく形になります。今ここが糸が出たとこなので、また同じところから1目取って閉じていきます。こっちも同じように今閉じたところの目からまた次の目に針を入れてすくっていく感じです。はい、このように閉じていくと閉じた部分があまり目立たないこんな感じで最後まで閉じてください。はい、こんな感じで閉じたら裏側にそのままちょっと折り返す感じで、このリブ編みをもっと深くしたい方はここが折り返しになるので外に出てしまう部分になるので、雑に、こう始末しないで、このように目立たないように、糸始末してください。このぐらい縫い付ければいいと思います。はい、こんな感じで裏側も、裏側の方が若干目立つとは思いますけど、表は本当に目立たなく閉じられたと思います。そしたら1段に1目ずつ編んでいく感じになるので、68段編んできたので68目編むようにします。立ち上がり鎖1目編んで、すぐのところに針を入れて細編みを編みます。ちょっとわからなくなる方はマーカーをここでつけてください。で次はこの線があるところのこの穴のところに針を入れて
細編み。2段目はこのへっこんでるところですね。へっこんでるところの穴に針を入れて細編み。これで今3目編みました。で4目目は鎖を1目入れます。ここのところに本当は細編みを入れるんですけど、ここの部分は鎖で終わります。そしたら、次のこのへこんでるところのこの穴に細編み。次は細編み。またこのへこんでるところに細編み。で3目今細編みを編んだので、次は鎖でこの目は飛ばして次細編み、次は細編み、また細編みで次は鎖っていう感じで、細編みを3目編んだら鎖、123目編んだら鎖、123目細編み編んだら鎖、3目細編みを編んで鎖という形で編んでいきます。一周してきました。最後細編みを3目編んだら鎖を1目編んで、これで68目になります。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、これで模様編みの1段目が終わります。次はからし色、こちらの糸で2段目は編んでいきます。2目目、ここが最初の目ですので、2目目のところにまた糸を引き抜くんですけど、その時にこちらの、からし色で編んでいくので、この糸端はこのかぎ針の向こう側に休めて、小指でこのように持っといて、このからし色の糸端も小指で持って、それで、2目目に針を入れて糸をこのように引き抜きます。それで2段目に入ります。立ち上がり鎖、次は3目編みます。そしたらこれは、長編みの1目目になります。で、次、1段目の細編み3目目に針を入れて長編みを編みます。次はこの鎖目のところですので、ここのところはこの鎖目のところに入れるんじゃなくて、その下っていうとこのリブ編みのところになるんですけど、このところにこの最後の目のところに針を入れて長編みをちょっと足を長くして長編みを編みます。そしたら、この足の長い長編みを編んだら、次は鎖を1目編みます。でこれで1模様になります。はい、最後まで来ました。長い足の長い長編みを編んで鎖を1目編んで、終わります。立ち上がり鎖3目の3目目に糸を引き抜いて
これで、模様編みの1段目が終わります。2段目は立ち上がり鎖1目編んだら、この鎖の3目目、今糸引き抜いた同じ目に針を入れて、ここに細編みを1目編みます。で次のこの長編みの頭のところ、ちょっと入れづらくなってしまったんですけど、この鎖を2本拾って細編みを1目編みます。で、足の長い長編みのところにも細編みを1目入れます。そしたらここの鎖のところは同じように鎖を編んで、でここ3目は細編み、はい、細編みを3目編んだら鎖、細編みを3目編んで鎖を繰り返していきます。模様編みの2段目の最後、細編みを3目編んで、最後に鎖を1目編んで終わります。そしたら2段目の最初のこの目に糸を引き抜いて、これで2段目が終わりました。そしたら、この1段目と同じように、この1目目じゃなくて2目目、この前段の2目目に針を入れるんですけど、この時に針を入れて糸を引き抜くんですけど、この時に、配色を変えます。針に糸をかけて、小指でこのように糸を持って、この休めてた糸端を持ち替えて、で2目目、前段の2目目、この細編みのところに針を入れて、この青の配色糸で糸を引き抜きます。こういう感じで、この休めた目は上からこのように休めます。そしたら立ち上がり、もうこの糸端はこの黄色い方は持たなくていいので、立ち上がり鎖3目編んで、これが長編みの、1目目になります。ただ次は、この前段の細編みの3目目に針を入れて長編みを編みます。そしたら次は、足の長い長編みになります。その時にはここ次の目は、前段と前々段鎖になっているところです。で、ここ針を入れて長い長編みになってしまうんですけど、このように編みます。そしたら次は鎖を1目編んで、ここの目は飛ばして次の目長編み、長編みを2目編んで、次の目はこの、青いところに針を入れて長い長編みを編みます。で鎖1目飛ばして繰り返し編んでいってください。
こういう感じで編み進めていきます。最後です。最後ここも鎖2目で終わって引き抜いているので、ここも足の長い長編みを編むんですけど、ここの、引き抜いたところの立ち上がりのここの引き抜いたところの目に針を入れて長編みを足の長い長編みを編んで、ここ間違えないように最後に鎖を1目編んで終わります。そしたら立ち上がりの鎖3目めに糸を引き抜きます。これで、1段編み終えました。そしたら、この青い配色の2段目立ち上がり鎖1目編んだら、今引き抜いたこの穴のところにまた同じように針を入れて細編みを編みます。で2目めはこの、長編みの隣のこの長編みの頭、目の頭、この鎖の2本を拾って細編みを編みます。で、足の長い長編みの頭を拾って3目細編みを編んだら鎖を入れます。前段もここの部分は鎖になってます。でまた細編みを3目編んで鎖を1目、細編みを3目編んで鎖を1目という形でこのように編んでいきます。はい、最後に来ました。細編みを3目編んで鎖を1目編んで、これで終わります。段の最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。はい、そしたら、配色を変えます。なので2段ごとに配色を変える形になっていきます。この今編んだ目をかぎの上に、かぎ針の上に置いて小指で持って、それでこの休めてた黄色の、糸を持っての前段の細編みの2目めに針を入れて、そしたらまた立ち上がり鎖3目編んで、次はこの前段の細編み3目めのこの、今の目の隣の目に針を入れて長編みを編みます。前回も言いましたけど、この立ち上がりが長編み1目になるので長編みを2目編んだ形になります。なので次は足の長い長編みです。この黄色のところの細編みのところに、針を入れて足を長く出して長編みを編みます。そしたら、鎖を1目編んで、この目は飛ばして次の、前々段は長編みの2目めに当たるこの目に、この細編みの目に針を入れて長編みを編みます。
隣の目に針を入れて長編み、次はこの鎖の部分なので、この延長線上のこの黄色の細編みのところに針を入れて、足の長い長編みを編みます。こんな感じで編んでいきます。また最後に来ました。長編みを2目編んで、ここ、最後足の長い長編みを編みます。ここの、引き抜いたところのこちらの目引き抜いて立ち上がり鎖、ここ3目編んでるんですけど、ここの引き抜いたところの目に針を入れて足の長い長編みを編みます。そして最後に鎖を1目編んで、この立ち上がり鎖3目の3目目に糸を引き抜きます。はい、そしたらまた同じ糸で立ち上がりの鎖を1目編んで、この立ち上がりの今の同じ引き抜いたところの目に針を入れて細編み、次の目に細編み、足の長い長編みの目に細編み、細編み3目編んで鎖、細編みを3目編んで鎖、これを繰り返していきます。19段編んでいきます。最初に1段、青で編んでるので2目おきに配色を変えるんですけど、19段編んでいってください。立ち上がりがだんだんこうずれていく感じになります。こっちでわかるかな、あんまりわからないかもしれないんですけど、だんだんこう斜めにずれていきます。まっすぐじゃなくてこう斜めに立ち上がりがずれていきます。では、19段まで編み進めていってください。はい、あと糸端がこれだけで終わってしまうので、つなぎたいと思います。細編みの途中まで編んだら、また小指に、糸をかけて、で新しい糸端も小指でこうやって持って、それで、糸を引き抜いて細編みを編みます。はい、そしたらこの2本の、後ろの糸端を、今ここ細編み3目編んだので、鎖を1目入れます。そしたらまた細編み3目編むんですけど、その時にこの糸端をこの針の上に置いてから、このように細編みを編んで編みくるんでいきます。かぎ針の上に糸端を置いてから糸を細編みを編みます。このように置いて細編みを編みます。で鎖1目編んで、このように編みくるんでいきます。ある程度編みくるむともうなくなるので、最後まで編みくるんでもいいですし、途中で
入れるのをやめて、このように編んでいってもいいと思います。なんで結構この小指を使って、することが多いですね。はい、つなぎは終わりです。そのまま編んでいきます。はい、19段編んできました。そしたら弦目をします。からし色で2段編んだので、配色を変えます。2目め、このところに針を入れて糸を引き抜きます。そしたら、変わらず立ち上がり鎖3目編んで、長編みの未完成を編んでいきます。ここまで編んで、次が足の長い長編みになるので、この長編みの未完成をこのように編みます。左側はやはり足の長い長編みの未完成を編んでください。そしたら糸をこの3ついっぺんに引き抜いて、これで弦目になりました。そしたら、鎖を1目編んで1目飛ばして、次の目、こちらの目に長編みの未完成、隣の目にまた長編みの未完成を編んで、最後にこの、足の長い長編みの未完成を編みます。今度は4つ針に、糸がかかっている状態で一度に引き抜きます。そしたら、鎖を1目編みます。今の編み方を繰り返し編んでいきます。こちらの目は飛ばして長編みの未完成を2つ編んで、最後にこちらの目の頭に針を入れて、足の長い長編みの未完成を編みます。そしたら一度に引き抜きます。鎖を1目編みます。繰り返します。はい、弦目の最後のところに来ました。長編みの、未完成を2目編んで、最後はやはり、この前の青い引き抜いたところのこちらの目に針を入れて、足の長い長編みの未完成をこのように編んで、一気に引き抜いて、最後に鎖を編んで、この立ち上がり鎖3目の3目目に糸を引き抜きます。はい、これで弦目の段が終わりました。はい、そしたら、次立ち上がり鎖1目編んだら、いつもはこの
今引き抜いたところの目に針を入れて細編みを編んでたんですけど、ここは入れずにこの、減目したところのこちらの目に針を入れて細編みを編みます。そしたら、次前段も鎖ですけど、この段も同じように鎖を編みます。で、次は細編み、次は鎖、次は細編みという形で繰り返し編んでいきます。この減目したところの目に細編みを編んで、次は鎖で細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖、最後まで編んでください。はい、鎖を最後1目編んだら、またこの針の上に糸を置いて、で休んでいたからし色の糸に変えて、これで最初の目に糸を引き抜きます。最後この青い糸を絞って終わります。そしたら立ち上がり鎖1目編んで、すぐのこの前段細編み編んだところに針を入れて細編みで、次は、この鎖の2段鎖だったところは、足の長い長編みを編みます。はい、次は細編み、次はまたこの鎖になってるので、この延長上の下のこの目に針を入れて足の長い長編みを編んでいきます。はい、このように繰り返し細編みと足の長い長編みで繰り返し編んでいきます。はい、細編みを編んで最後のこの、足の長い長編みのところに来ました。立ち上がりの前のこの引き抜いた目に針を入れて、足の長い長編みを編んで、これで終わります。そしたら、この最初の目に針を入れて、糸を引き抜いてこう絞って、この糸でこの穴を絞るので、その分だけ残して糸をカットします。このぐらい40センチぐらい残してカットしました。じゃあこちらの青い方の糸端は糸始末分だけカットして、そしたら、この最後が鎖になってるので、この目をすくって半目、外側の半目をすくって絞っていけばいいと思います。こういう感じで半目すくって一周
絞りながらいって、で 2,3 周、針を通して糸をカットすればいいと思います。はい、こんな感じで一周してきました。そしたら、ざっくりもう1周か2周して完全に穴を塞いでください。したら、反対側に裏側に針を出して、これでもうちょっと縫い付けたら糸をカットします。はい、この青の糸端も裏の編み地に、適当に縫い付けて、はい、糸をカットします。この、付け足した時の糸端も編みくるんだのでもうカットしちゃいます。はい、この、最初の配色の時の糸端はこんな感じ。これもこんな感じで縫い付けて、黄色い部分のところに縫い付けた方が目立たないのでこのように縫い付けて、はい、完成です。スチームをこの裏側から当てていただくとより綺麗に仕上がると思います。裏側のこの配色の時に糸が渡ってるのもこんな感じで綺麗に収まっています。はい、そしたらお好みで、青いこちらの、方はまだこのぐらい余ってるのでボンボンをつければ完成になります。完成したのがこちらになります。こちらの配色の方が、模様がはっきり出る感じで面白いと思います。この青の糸が、こちらの、白よりも細いので、こっちは中細を2本取りにしたのでこっちの並太よりも太いので大きさが一回り大きくなってるんですけど、こちらはだいたい平置きで22センチで、高さもだいたい22センチぐらいになります。3歳の娘が、ここの下のリブ編みのところを折ってかぶってちょうどいいぐらいの帽子になりました。私もかぶろうと思えばかぶれるんですけど、ちょっとキツキツなので、レディースだと S サイズの方ならかぶれる、キッズからレディースの S サイズの方ならかぶれるぐらいのサイズに
なります。ですのでこの糸でこの配色で、この大きさで編みたいという場合はここのリブ編みのところをあと8段くらい足してここが8段増えれば8目増えるっていう、幅が8目増えるっていうことなんですけど、で、ここの、段も、19段まで編んだところを、23段まで増やして編むといいと思います。そうするとだいたいレディースの M サイズになると思います。でここの、立ち上がりのところもこうわからないとあまりこう目立たないと思うのでよくできてると思います。ぜひ編んでみてください。ご視聴ありがとうございました。